そうですね、当時、ずっと仕事させてもらってたボンズさんっていう会社のプロデューサーの方から、え伊豆口さんが監督でこういうものがあるんだけどやらないかと言われまして、まあほぼ、まあ、初めてのキャラクターデザインなんですけど、まあ、やってみたかったのもあって一発で「はい」と言いましたね。そうですね、アニメーターになる前にちょうど「うるせえやつら」とかやってまして、その中で山下さんっていう方が、原画やられてたんですけど、うん、その方がやっぱり一番影響を受けてるとは思います。ただ絵的なあの影響というわけじゃなくて、アニメーターとしての姿勢の影響っていうんですかね、そちらの方で、影響を受けたと思います。基本的には好きで描いてただけでここまで来たっていう感じはあるんですけど、そうですね、やっぱいつでも上手くなろう上手くなろうと思って人のいいところをこう吸収しようっていう姿勢があったから多分上手くなったんだと思うんです。本当に最初の仕事は合作でしたね。多分フランスとかのやつだと思うんですけど、その後にその後にアメリカとかの合作も、やりましたけど、ウォーリアーズとか知ってますかね。そうですね、初めて作家にやった、えガンダム0083っていうのがありまして、そこで初めてさっき影響されたって言った山下さんとかと仕事することになって、その時にもう川本さん、佐野さん、大坂さんが、会う機会がありまして、あのそこでかなりこう仕事の姿勢とか、え絵的なものもかなり影響されましたね。それが一番転換期ですかね。まあ、さっき言った通り0083っていうのがあの転換期にもなって一番なんていうか面白かった、仕事をやってて面白かったっていう時期なんです。それがやっぱり一番面白い、仕事として面白いというのは0083ですかね。まあ先ほど申した通り、え南さんから、プロデューサーの南さんから声がかかって、で設定の竹場さんと、まあ、伊豆淵さんと、ボンズの中にスタッフルーム作ってもらって、そこでですね3ヶ月間くらいずっと、打ち合わせをして、まあ、それから徐々にスタッフが増えていって、だいたい半年
1年くらいかな、1話できるまで、だいたいそんな感じでやってました。もともとキャラクター原案の山田博さんっていう方がいまして、その人がイラストレーターなんですけど、昔からちょこちょこ好きで見てた人なんで、なるべくラインを崩さないように、それで自分もできれば、ちょっとずつ出したいなっていう感じで、基本的にはやってましたね。それに関してはですね、あの最初のコンセプトはもう伊豆淵さんからもらってたんですけど、えーと、たまに設定的に付け加えられるシチュエーションとか人間関係が出てきまして、後半になるとじゃあ自分でもってなるようなこの人がこの人と関係あったのとかそういうのが結構ありまして、やってて結構びっくりする作品でもありましたね。ですね、はるかと、はるかじゃない、麗華というキャラクターがいまして、伊豆淵さんと山田明宏さんと、佐野さんというメカ作家やってらっしゃる佐野博俊さんと、僕と全然意見が合わなくて、かなり決まるまで時間かかりましたね。そうですね、他のキャラクターは意外とすんなり決まってるんですよね全般的に。基本的に元気なキャラが好きなんで、めぐみというキャラクターがいるんですけど、元気な女の子でいいなと思ってます。驚きでしたあのまさか僕がこんなに出てくるとは思いませんでした。今は、ゲームのラーゼ本をやってる最中ですね。個人的には何本か持ってるんですけど、まあ作れるかどうかは、未知なものなのでえいつも応援してくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。